こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年6月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと6月30日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。君の街サンドロック6月19日からゲームパスに対応します。君の街ポルティアと同じ世界観で作られた RPG です。荒れ果てた砂漠の街サンドロックを舞台に資源を集めて機械を作り作業場を整備したりしながらサンドロックを変えていくこととなります。広大な砂漠を探索してダンジョンに潜り旧世界の遺物を探し出したりできる他にもモンスターやロボット、盗賊との戦闘の要素も用意されていて近接、遠距離武器を利用したダイナミックなアクションバトルを楽しむこともできます。また、バトルや採掘、人々とのコミュニケーションを行うことでスキルポイントを獲得し自身を成長していけるシステムとなっています。ケプラース6月20日から PC ゲームパスに対応します。見下ろし視点の 2D サンドボックス RPG です。危険なエイリアンの惑星を舞台に戦闘やダンジョンの探索、農業や建築、アイテムクラフトなどを行うことができ、一人もしくはオンライン協力プレイでもエイリアンサバイバルを楽しむことが可能です。また、ダンジョンは自動生成となっていて、繰り返しの探索でも新鮮に遊べるように作られているとのことです。EA スポーツ FC24 6月25日からゲームパスアルティメットに対応します。長く歴史あるサッカーゲーム FIFA シリーズの後継作となっていて新たにタイトルを一新し生まれ変わった作品です。本作ではライセンスを取得した1万9000名以上の選手や700以上のチーム、そして100以上のスタジアムに30のリーグが登場し新たに女子リーグも搭載していて様々な代表チーム、選手でのプレーを楽しむことが可能です。さらに多くの実際の試合から得たデータを元にしたボールの物理演算や選手たちの挙動はよりリアルになって大きく進化。また日本語での実況や他機種とのクロスプレーにも対応していて最先端のサッカーゲームとして楽しむことができるタイトルとなっています。スチームワールドディグ6月26日からゲームパスに対応します。一匹狼の採掘ロボットとして古い鉱山を掘って探索を行っていく 2D スクロールアクションゲーム。ゲームの流れとしては地下へと掘り進み鉱石やお金を手に入れそれらを利用して装備や自身のアップグレードを行ってさらに奥深くへとどんどん進んでいくといった作りの穴掘りメトロイドバニアとなっています。シンプルなゲームですが自身の成長がわかりやすく遊びやすい作品です。なお今作はもともと10年前に 3DS で発売されたタイトルで Xbox 向けには海外で2015年に発売されている作品です。長らく日本未発売でしたが2023年12月にゲームパスに対応したスチームワールドビルドのバンドル版に同梱する形で日本でも入手できるようになっていますが単品販売は行われていません。ストア上には存在するためおそらく日本でもゲームパス対応は行われるかなと思います。スチームワールドディグ2 6月26日からゲームパスに対応します。先ほどご紹介したスチームワールドディグの続編です。前作よりも大幅にボリュームアップしやり込み要素も増えていますが2の方は日本では未発売かつ日本語にも未対応となっています。ロビンフット6月27日からゲームパスに対応します。ロビンフットが住んでいたと言われているシャーウッドの森を舞台に4つの地域で評判を高めつつ仲間を増やしてアジトの拡大を行っていく建築要素を含むアクション RPG です。ここからは6月30日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。今回は4タイトルすべてが日本語に対応しています。フィストグレン城の闇昨年6月にゲームパス対応し1年間で終了となります。拳を鋼鉄に変えたウサギになって様々な武器を切り替えて広大なディーゼルパンクの世界で戦っていく横スクロール型のメトロイドバニアです。
ステージには数えきれない隠し部屋に隠しルートや近道などが存在し、多くの探索する楽しさが備わっているほか、戦闘面でも拳やドリル、ムチなどを巧みに使って連続コンボや長距離攻撃を即時に切り替えでき、戦況に応じて最適な攻撃方法を使いこなして爽快なアクションを楽しむことができます。わかりやすいシステムでありながら結構たくさんのコンボルートがあって、最後まで単調になりづらい爽快な戦闘を楽しめたり、一部の隠しアイテムはなかなか見つけづらい場所にあったりと、ゲーマーの心をくすぐる要素が多く含まれる名作だったと感じました。めちゃくちゃ刺激的な高難易度というわけでもなく、比較的触りやすいゲームなので、リプレイでメトロイドバニア好きな方にはぜひおすすめの作品です。私は実績コンプまで15時間でした。天剣気境伝守り合い。こちらもゲームパス追加から1年間で終了となります。4人の主人公たちが冒険を繰り広げる壮大なアクション RPG 作品です。1995年から続くシリーズの7作目にして最新作であり、日本では1999年にセガサターンで1作目がリリースされています。人と神、そして魔族が共存する中華風のファンタジー世界で、オーソドックスであり正統派な 3D アクションバトルを楽しみながらストーリーを進めていくことができる作品となっています。牧場物語再開のミネラルタウン。こちらも追加から1年間で終了です。本家牧場物語シリーズとして2003年にゲームボーイアドバンスで発売されたタイトルをフルリメイクした作品です。可愛い牛さんや鶏たちに囲まれながらまったりと牧場運営を楽しむことができます。元が携帯機向けだったということもあり、ゲーム性はかなりシンプルですが、シンプルがゆえの中毒性もある作品かなと感じます。ルンファク4牧場物語と連続で1年間で終了となったため、同じマーベラス作品であるノーモアヒーローズ3も1年間で終了となる可能性があるかなと思います。ノーモア3は2024年3月にゲームパスに追加されています。ストランデッドディープ。本作は2023年1月にゲームパスに対応したので1年半で終了となります。主人公が乗っていた飛行機が原因不明の事故に遭い墜落。一命を取り留めたものの、到着したのは広大な太平洋に浮かぶ無人島でした。そんな美しくもあり過酷な自然環境を生き延びるオープンワールドサバイバルゲームです。自動生成で作られたマップで様々な素材を探し集めてクラフトしたり、現地調達で野生動物を飼ったり、水分を補給したりしてサバイバルを行っていくという内容となっています。また、オンライン2人協力プレイにも対応しています。ということで、今回は2024年6月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、6月30日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。